宿泊を伴う外出をする時に僕は結構自分で朝ごはんを作って持っていくっていうことを頻繁にやるんですけど、日本の場合だと結構外泊する時に朝ごはんをどうするかっていうのが結構自分の個人的な問題としてあって、でどうしても頑張って調達しようとすればできるんですけど、クオリティが結構下がるので自分で持っていくんですね、朝ごはんを作って。でも例えば最近だとスーパーホテルとか僕個人的に好んでよく使うんですけど、スーパーホテルは朝ごはんが、朝食ビュッフェでオーガニックのものが少なからずあるので、そういうのを選んでね食べてればいいんですけど、そういう時は朝ごはん持っていかないんですけど、大抵の場合は僕自分で作った朝ごはんを持っていくんですね。なので今回は僕が普段外泊する時に作って持っていってる朝ごはんキットをそのまま紹介します。それで用意するのはだいたいこちらで、結論言うとオートミールなんですけど、だいたいオーツとナッツとレーズンとあと黒糖とシナモンとか、あとココナッツシュレッドとか入れる時もあるんですけど、ちょっと今切らしててないんですけど、だいたいこんな感じのものを入れます。でこれよりも大事なのがこっちなんですよ。これがジップトップっていう会社の 100% シリコンでできている保存容器で、僕はねこれ3つのサイズがセットになってるやつ買ったんですけど、今回必要になるのはこのね真ん中の M サイズなんで、これはねちょっとなくてもいいです。でもう一つジップトップにはねちょっとこの横長のモデルもあるんですけど、なんだっけな、名前ディッシュとカップっていう名前だったような記憶があるんですが、違ってたらごめんなさい。で今回はねこっちの縦長のねカップっていう方を使います。っていうか僕はいつもこっちを使ってます。っていうのも細長の方がバッグとかにしまった時に、場所取らないんで、こっちだとね結構横がっていうか幅が広いんで場所を取るんですよ。なので個人的にはこっちを使ってますが、人によってはこっちでもいいかもしれないです。それでなんでこういう、これはジップロックみたいなプラスチックのペラペラの袋じゃなくって、こっちのジップトップみたいなシリコンの容器を使っているかっていうと、これシリコンなのでこれがそのまま容器になるんですよ。これもなるっちゃなるんですけど、いろいろマイクロプラスチックの問題とかいろいろあるので、あと使い捨てっていうね、なのでこれがそのまま食器としても使える。例えば宿泊施設だと電気ケトルはほぼ 100% あるじゃないですか。でお湯は沸かせる。でもマグカップかコーヒーカップしか置いてないっていうところがほとんどだと思うんですよ。でそれだとちょっとね容量が小さくって1食分作るには容器が足りないというか少ないので、なので僕はいつも個人的にはこのジップトップの M サイズを使っています。じゃあちょっとね実際に作っていきます。だいたいオーツはね僕は 50g から60g ぐらいを1回分として入れます。なので今日は60g ぐらいでオーツを入れて、であとはね本当にもう自由なんですけど、こういうナッツ類も、適当に1つかみぐらい、今 20g 入りました。20g も入れば十分でしょう。であとねドライフルーツも結構入れたりします。でドライフルーツレーズンも1つかみ、1つかみというか、10g ちょっとぐらいで、これはですね僕が自分で作ってるディハイドレーターで乾燥させて自分で作ってるドライバナナなんですけど、こういうのもね自分で作ればフルーツは無限に使うことができるので、
こういうのも入れたりして、ちなみにこれはドライバナナはですね、1センチくらいの輪切りにしてディハイドレーターでね、6時間じゃできないか、ちょっと低めの温度40度とか50度くらいで12時間くらいやれば作れます。もしかしたら24時間ぐらいかかるかも。でこれがちょっとねパッケージなくて見せたかったんですけど、奄美大島の黒糖です。いつも買ってるんですけど、これをなんかね無農薬で作ってるらしいので、これを3粒ぐらい、ドライフルーツいっぱい入れればそんなに入れる必要はないと思います。でこれも完全に好みですが、僕はシナモンをいつもちょっと入れます。これでねもうほぼ完成というか完成ですね。これでもう準備できたので、もう閉じてこれをバッグに入れて外出先持って行って、で朝になったらここに熱湯を注いで、5分か10分ぐらい待てばもうね朝ごはん完成です。なのでちょっと実際これね作ってみますね。料理ができないホテルとか食器がないホテルとかはあるっていうか、それが普通だと思うんですけど、お湯が沸かせないホテルってね多分ないと思うので、お湯だけ沸かせれば作れるということで、お湯が沸いたらどれくらい入れるかな、適当なんですけど、全部ひたひたに浸るか浸らないかぐらいで良いと思います。であとはこう蓋をして5分か10分ぐらいこうやって置いておけば食べれるようになります。10分ぐらい経ったので中を開けると、こんな感じになっております。結構ねオーツが水を吸うので、ちょうどいいぐらいですね。でこれをよく混ぜて、あとは食べるだけです。それで今ね S サイズのカップでこれ作ってみました。ちょっとね入れられる量は減るんですけど、こっちが僕がいつも使ってる M サイズなんですが、食べる量少ない人とか女性の方はもしかしたらこっちでも十分かもしれません。でこのシリコンカップのいいところはですね、僕普段この無印良品で売ってるこのシリコンジャムスパチュラみたいな、なんかそんな名前のこの黒のシリコンのスプーンが売ってるんですけど、これを結構登山の時とか外出する時とか持って行ってて、でなんでこれを持って行っているかっていうと、シリコンでできてるので柔らかいんですよ。で柔らかいとこう食器をこうきれいにこう拭えるっていうんですかね。ですごいきれいに食べることができて、で洗う水の量をすっごい減らせることができたりとか、そもそも食べ残しがほとんどなくなるのでね、フードロスの削減にもつながったりとかで、結構このシリコンスプーンをね昔から愛用してて、でもこのシリコンの容器の場合は容器自体がシリコンなので、だからこういう木のスプーンとかで食べてもすごいね綺麗に食べることができますので、このシリコン容器はそういうところでも優れていると。で、欲を言うならね、このジップトップの容器は蓋を閉じるとちょっとね横に広がるんですよ。これが若干かさばるかなっていう感じですね。でもよしとします。あとは何かそうで、このシリコンの容器は1個だけ持ってればいいので、1泊の時はねそのままこれを持っていけばいいんですけど、2泊3泊4泊ってする時は僕はその時はこういうジップロックとかにの2泊目3泊目4泊目みたいな感じで1回分ずつを小分けにして持ってってます。で朝こっちの容器に移してお湯入れて食べるっていうことをやってます。なので容器はね1個あれば十分です。そんな何個も買わなくて大丈夫です。1人だったらこれでいいんですけど、2人とかだったら1人2人3人4人分ぐらい L サイズ、それぞれね旅行のスタイルとか外泊のスタイルは違うと思うんで、
適当に自分に合うサイズを選んでみてください。ではまた。